いつもご視聴していただきありがとうございます。お待たせしました。この問題で不合格になっていますの動画をリニューアルしました。動画の内容は問題文に大きな違いはありませんが、法令改正に対応した修正と解説に関連する内容も加えていますので、本面受験などのご参考にしていただければ幸いです。なお動画は前編後編に分けて制作していますので、後編はしばらくお待ちくださいね。それでは始めます。問題1。黄色の灯火が点滅している信号に対面する車は、停止位置で必ず一時停止し、安全を確認した後に進むことができる。答えは、誤りです。黄色の灯火が点滅している信号に対面する歩行者や車や路面電車は、法令では一時停止や徐行の義務はなく、他の交通に注意して進むことができると記されています。もちろん、交通状況によっては運転者の判断で速度を落としたり、徐行や一時停止をすることはあります。停止位置で一時停止し、安全を確認した後に進まなければならない信号は、赤色の灯火が点滅している信号です。問題2。同乗者が降車するときに安全確認をしないでドアを開けたため、通行人に怪我をさせた場合の責任は、その同乗者にあるため運転者に責任は全くない。答えは、誤りです。運転者は、同乗者がドアを開けるときや車から降りるときには、後方などの安全を確かめなければなりません。また、ドアをロックして、同乗者が不用意にドアを開けて他の交通に危険を与えないように注意しなければなりませんので、運転者には、同乗者の安全確保や他の交通に危険を与えないようにする責任があります。問題3。前の車が普通自動二輪車を追い越そうとしているときに、法定速度を超えないように、その前の車を追い越した。答えは、誤りです。普通自動二輪車は自動車なので、たとえ法定速度を超えなくても追い越し禁止場所でなくても、前の車が自動車を追い越そうとしているときは、二重追い越しになるので追い越しを始めてはいけません。二重追い越しは、前の車によって視野が妨げられたり追い越しに必要な距離が長くなることなどから、より大きな危険を伴うためです。この問題の重要なポイントである二重追い越しが禁止される場合は、前の車が自動車を追い越そうとしている時です。前の車には、自動車、原動機付き自転車、軽車両が含まれていますが、前の車が追い越そうとしている自動車は、自動車に限定されています。したがって、前の車が原動機付き自転車や軽車両を追い越そうとしているときは、禁止の対象ではないので追い越しを始めることができます。問題4。車が衝突した時の衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなり、速度が2倍になれば衝撃力も2倍に、速度が2分の1になれば衝撃力も2分の1になる。答えは、誤りです。車が衝突した時の衝撃力は速度と重量に応じて大きくなりますが、衝突した時の衝撃力に及ぼす速度の影響は、速度が2倍になれば2倍に、速度が2分の1になれば2分の1程度の影響ではありません。車が衝突した時の運動エネルギーは車の速度の2乗に比例して大きくなると言われ、速度が2倍になると4倍に、速度が3倍になると9倍になります。そのため、車が衝突した時の衝撃力も速度に大きく影響を受けることになり、車の速度が速ければ速いほど大きくなったり、速度を落とせば落とすほど小さくなります。また、衝撃力は車の重量が重ければ重いほど大きくなったり、硬いものに瞬間的にぶつかった時も大きくなります。問題5。左右の見通しの利かない交差点を通行するとき、信号機が青色の灯火の信号であったので、徐行しないで通行した。答えは、正しいです。左右の見通しの利かない交差点を通行するときは、徐行しなければならない場所として定められていますが、信号機などにより交通整理の行われている交差点を通行するときは除かれているので、青色の灯火の信号などに従って通行するときは、徐行しないで通行することができます。また、優先道路を通行しているときも同様に、左右の見通しの利かない交差点でも徐行しなければならない場所から除かれています。これは、青色の灯火の信号などに従って通行しているときや、優先道路を通行しているときは、交差道路を通行する車に停止や徐行などをして通行を妨げてはならない義務があるためです。問題6。自家用の普通乗用自動車の日常点検は、1日に1回、運行する前に行わなければならない。答えは、誤りです。
日常点検は、自動車の使用者や自動車を運転しようとする人が、日頃自動車を使用していく中で自分自身の責任において行う点検で、自家用の普通乗用自動車、荷台や特殊な設備を持たないセダン型、ワンボックス型などのいわゆるマイカーや、大型自動二輪車、普通自動二輪車などは、走行距離や運転時の状況などから判断した適切な時期に行うことが定められています。そのため、これらの自動車の日常点検は、1日に1回、運転する前に行う義務はありません。なお、バスやタクシーなどの事業用の自動車やレンタカー、自家用のバスやトラックなどは、多くの人や物を運搬したり公共性の高さから、より確実な点検を求められるため、1日に1回、運転する前の日常点検の実施が定められています。問題7、横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では自動車や原動機付き自転車を追い越してはならないが、追い抜くことは禁止されていない。答えは誤りです。横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、軽車両を除く他の車の追い越し禁止だけではなく、追い抜きも禁止されています。この場合の重要なポイントの一つは、軽車両を除く車を追い越したり追い抜いたりしてはいけないことです。つまり、自動車と原動機付き自転車を追い越したり追い抜いたりしてはいけませんが、軽車両を追い越したり追い抜いたりすることはできます。二つ目の重要なポイントは、信号機の信号や警察官などによる手信号が行われていない横断歩道など、つまり交通整理の行われていない横断歩道などでは、追い越しも追い抜きも禁止されていますが、交通整理の行われている横断歩道などで、信号機の信号などにより歩行者などが横断できないときは、追い越しは禁止されていますが、追い抜きについては禁止されていませんので、追い抜きだけはすることができます。追い越しは、信号機の信号などによる交通整理が行われていてもいなくても、追い越しの行為そのものが危険なので禁止ですが、追い抜きについては、横断歩道などを横断しようとする歩行者などの危険防止を目的としたものなので、信号機などにより歩行者の横断ができないときは、歩行者の横断がないので、追い抜きをすることができます。問題8、車は歩行者用道路を通行することはできないが、警察署長の許可を受けた場合や、緊急自動車、郵便車、清掃車などは通行することができる。答えは正しいです。車は歩行者用道路など、道路標識などで通行が禁止されている道路を通行してはいけません。しかし、通行が禁止されている道路を通行しなければならないやむを得ない事情がある場合、例えば、通行が禁止されている道路を通行しなければ、車庫の出入りができない場合や身体障害者の送迎ができない場合、その他、貨物の集配などの理由により、やむを得ない事情として警察署長の許可を受けた場合は通行することができます。また、緊急自動車、郵便車、清掃用の車などは、通行禁止の対象から除かれています。なお、歩行者用道路を、このように特に通行を認められた車で通行するときは、特に歩行者に注意して徐行して通行しなければなりません。問題9、雨天時のアスファルト道路や積雪のある道路では、タイヤと路面の摩擦抵抗が小さくなって路面が滑りやすくなるので、制動距離が長くなる。答えは、正しいです。車を停止させようとする場合、ブレーキやタイヤと路面の摩擦抵抗を利用しますが、この摩擦抵抗は、タイヤと路面やブレーキ装置の状態、ブレーキのかけ方によってその限界は一定ではなく、特に濡れたアスファルト路面や積雪路面は、タイヤと路面の摩擦抵抗が小さくなりタイヤが滑りやすいので、ブレーキが効き始めてから車が停止するまでの間に走る制動距離が長くなります。なお、制動距離が長くなる要因は、タイヤと路面などの状態やブレーキのかけ方のほか、重い荷物を積んでいる場合や乗車人数が多い場合も、制動距離が長くなります。License Service YouTube。問題10、車は、歩行者などのそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔を空けて、同時に徐行もしなければならない。答えは、誤りです。法令では、車は歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔を空けて通行しなければならない。また、道路が狭かったり、障害物がある場合など、歩行者との間に安全な間隔を空けることができないときには、徐行して通行しなければならないと定められています。つまり、歩行者との間に安全な間隔を空けることができるときは、徐行しないで通行することができます。なお、この場合の安全な間隔とは、車の速度にもよりますが、確一的に何メートルということではありません。歩行者が急に道路を横断しようとするような、行動に不測の変化があっても、歩行者に危険が及ばない間隔を言います。
そしてこのような間隔を空けることができないときに、すぐに停止できるような速度で通行しなければなりません。問題11、優先道路を通行している場合でも、交通整理の行われていない左右の見通しが利かない交差点を通行するときは、徐行しなければならない。答えは、誤りです。交通整理の行われていない左右の見通しの利かない交差点を通行するときでも、優先道路を通行している場合は、徐行しないで交差点を通行することができます。見通しの悪い交差点は、交差道路から進入してくる交通の危険があるため徐行場所として定められていますが、優先道路を通行している場合は、交差道路を通行する車に徐行するとともに通行を妨げてはならない義務があるので、お互いに交通法規に従った適切な運転を信頼して、徐行しないで通行することができます。ただし注意して通行しなければならないことは言うまでもありません。なお、優先道路とは、優先道路の標識がある道路や交差点の仲間で中央線や車両通行帯がある道路を言います。そのため、優先道路の標識や交差点の仲間で中央線や車両通行帯がなく、単に道幅が広いだけでは優先道路ではないので、たとえ道幅が広い道路を通行している場合でも、見通しが悪い交差点では徐行しなければならないことになります。また、信号機の信号や警察官などによる手信号により交通整理が行われている場合は、その信号に従って通行しなければならないので、見通しの悪い交差点でも徐行場所から除かれています。問題12、高速自動車国道の本線車道における普通自動車の法定最高速度は、三輪と牽引を除く乗用自動車は時速 100km、貨物自動車は時速 80km である。答えは、誤りです。高速自動車国道の本線車道における普通自動車の法定最高速度は、三輪車と牽引車のものを除いて、乗用自動車も貨物自動車も時速 100km です。普通自動車の法定最高速度は、乗用自動車と貨物自動車の区別はなく時速 100km です。ただし三輪車と牽引車は時速 80km です。なお、乗用自動車と貨物自動車で最高速度の区別のある自動車の種類は、大型自動車と中型自動車です。三輪と牽引を除く大型乗用自動車と中型乗用自動車、いわゆるバスと、特定中型貨物自動車以外の中型貨物自動車は、時速 100km ですが、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車は、時速 80km です。特定中型自動車については、別の動画で詳しく解説していますので、よろしければご参考にご視聴してくださいね。問題13、踏切とその前後30メートル以内の場所では、自動車や原動機付き自転車を追い越すことが禁止されている。答えは、誤りです。踏切付近で追い越しを禁止する場所は、踏切とその手前から30メートル以内の場所です。踏切付近での追い越しの危険は、踏切とその手前の場所に危険があるので、踏切の前後ではなく、その手前が追い越しを禁止する場所になります。このように、追い越しを禁止する場所や駐停車禁止の場所の範囲を、その手前からや、その前後などに入れ替わっているような問題文も少なくないので、文章をよく読んでうっかり間違えないようにしましょう。問題14、停留所に路面電車が停止していたが、その停留所の安全地帯に乗客がいなかったので、そのままの速度で通過した。答えは、誤りです。安全地帯のある停留所に路面電車が停止しているときは、路面電車に乗り降りする人がいてもいなくても徐行して進むことができます。路面電車に乗車しようとして、歩道から急に道路を横断したり、路面電車から降車して道路を渡り始める恐れがあるので、そのままの速度で通過しようとすると危険です。なお、路面電車が止まっていない安全地帯のそばを通るときと間違わないようにしましょう。路面電車が止まっていない安全地帯のそばを通るときは、歩行者がいるときは徐行しなければなりませんが、歩行者がいないときは徐行する必要はありません。問題15、夜間、市街地を通行するときは、交通量の多い少ないにかかわらず、歩行者などを少しでも早く発見できるように、前照灯を常に上向きにして運転すると良い。答えは、誤りです。車は夜間などに運転するときは、前照灯などをつけなければなりません。この場合、交通量の多い市街地を運転しているときや濃霧がかかっている場所などを除いて、少しでも早く危険を発見できるように前照灯を上向きにして運転します。
しかし、対向車と行き違う時や、他の車の直後を通行している時は、前照灯に照らされた他の車の運転者が眩しくならないように、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければなりません。また、交通量の多い市街地の道路などでは、対向車などの運転者に、眩しくて通行を妨げないように前照灯を下向きに切り替えて運転します。問題16。高速自動車国道の本線車道における最高速度は、三輪と牽引を除き、大型乗用自動車、中型乗用自動車、準中型自動車、普通自動車はすべて同じである。答えは、正しいです。高速自動車国道の本線車道での大型乗用自動車、中型乗用自動車、準中型自動車、普通自動車の法定最高速度は、三輪と牽引を除いて全て同じ、時速 100km です。その他、最高速度が時速 100km の自動車の種類は、特定中型貨物自動車以外の中型貨物自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車です。なお、本線車道が道路の構造上往復の方向別に分離されていない区間や、自動車専用道路の法定速度は一般道路と同じです。問題17。駐車場、車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内の場所は、停車することはできるが、駐車することはできない。答えは、正しいです。駐車場、車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内の場所は、駐車禁止の場所なので、停車することはできるが駐車することはできません。このことは、たとえ自宅駐車場の出入り口から3メートル以内の場所でも同じです。ただし、駐車禁止の場所であっても警察署長の許可を受けたときは駐車することができます。なお、その他の駐車禁止の場所は、駐車禁止の標識や表示のある場所、火災報知器から1メートル以内の場所、道路工事の区域の端から5メートル以内の場所、消防用機械器具の置き場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入り口から5メートル以内の場所、消火栓、指定消防水理の標識が設けられている位置や、消防用防火水槽の取り入れ口から5メートル以内の場所があります。問題18。1本の実線の路側帯に駐停車する場合、その幅が 0.75 メートルを超えるときは路側帯の中に入り、車の左側に歩行者の通行のため 0.75 メートル以上の余地を空けておかなければならない。答えは、正しいです。1本の実線の路側帯のある道路に駐停車する場合、その幅が 0.75 メートルを超える場合は、路側帯の中に入り、車の左側に歩行者の通行のため、0.75 メートル以上の余地を空けて駐車や停車をします。駐停車の方法は、歩道や路側帯がある場合とない場合ではその方法が違ってくるので分かりづらいですね。駐車や停車の方法は次の通りですので覚えておきましょう。歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿って駐車や停車をします。歩道のある道路では、車道の左端に沿って駐車や停車をします。1本の実線の路側帯のある道路では、その幅が 0.75 メートル以下の場合は、車道の左端に沿って駐車や停車をします。また、その路側帯の幅が 0.75 メートルを超える場合は、路側帯の中に入り、車の左側に歩行者の通行のため、0.75 メートル以上の余地を空けて駐車や停車をします。なお、この場合、路側帯の中に車が全部入った時でも、その左側に 0.75 メートルを超える余地がある時は、路側帯の道路表示に沿って駐車や停車をします。ただし、路側帯の幅が広い場合でも、実線と破線の路側帯である駐停車禁止路側帯や、2本の実線の路側帯である歩行者用路側帯のあるところでは、路側帯の中に入って駐車や停車をしてはいけません。車道の左端に沿って駐車や停車をします。そして、高速道路の場合は、歩行者の通行が禁止されているので、路側帯の中に入って、道路の左端に沿って駐車や停車をします。問題19。普通乗用自動車で、乾燥した路面の高速道路を時速 80km で走行している場合の停止距離は、約44メートルである。答えは、誤りです。普通乗用自動車で乾燥した道路を時速 80km で走行している場合に急ブレーキをかけた時の停止距離は約76メートルです。速度と停止距離による出題は警察庁通達による資料を元にして出題されていますので、次のグラフを覚えておきましょう。これは普通乗用自動車を運転中、乾燥した舗装道路で急ブレーキをかけた場合の一例として、走行している速度によって空走距離、制動距離、停止距離の違いを表したグラフです。
これによれば、一般道路を走行している時の速度では、速度の数字から15を引いた数字をメートルに読み替えた距離がおおむねの停止距離ですが、高速道路を走行している時の停止距離は、速度の数字と同じか長くなる傾向があることを覚えておきましょう。また、運転中の安全な車間距離の目安は、このグラフの停止距離を参考に長めに取ることが大切ですね。問題20。普通自動車に荷物を積むときは、荷物の幅は自動車の幅の 1.2 倍まで積むことができるが、左右いずれかで自動車の幅の10分の1の幅を超えて積むことはできない。答えは、正しいです。この問題の元になる法令は、2022年5月に改正されて、二輪車を除く自動車に荷物を積むときの荷物の長さと幅の制限とその積載方法が変わりました。荷物の長さの制限についても、自動車の長さの 1.2 倍までの荷物の大きさまで積むことができるようになりましたが、その積み方は、自動車の車体の前後いずれかで、車体の長さの10分の1の長さを超えて積むことはできません。要するに、荷物の大きさは、長さも幅も自動車の大きさの 1.2 倍まで積むことができますが、その積み方は、車体の前後や左右から、それぞれ車体の長さや幅の10分の1を超えて、はみ出して積むことができないことにご注意ください。問題21。この標識は、車両通行帯のある道路の交差点で進行する方向別の通行区分を示しているので、この標識が表示する通行帯は右折ができない。答えは、誤りです。このイラストの標識は、交差点で矢印の方向以外へ進むことができないことを示す指定方向外進行禁止です。そして、問題文にある車両通行帯のある道路の交差点で進行する方向別の通行区分を示しているのは、こちらの進行方向別通行区分の標識ですので、標識の示す意味が違うので間違いです。その違いは、例えば、右折禁止を示す指定方向外進行禁止の標識のある交差点では、直進と左折はできますが、右折ができないことを示しています。それに対して進行方向別通行区分の標識は車両通行帯のある道路の交差点で車両通行帯ごとに進むことができる方向別の車両通行帯を示しています。例えばこの標識が表示されている車両通行帯は直進と左折ができることを示し右折ができないことを示していますが、この交差点が右折ができないことを示しているものではありません。他の通行帯では右折ができます。このように指定方向外進行禁止の標識のある交差点では特定の方向への通行ができないことに対して進行方向別通行区分の標識は車両通行帯ごとに交差点を進む方向別の通行区分を示している違いがあります。問題22。対面する信号機の信号は赤色の灯火が点灯していたが、両腕を横に水平に上げている警察官の身体の正面に並行する交通であったので、その交差点を直進した。答えは正しいです。両腕を横に水平に上げている警察官などの身体の正面に並行する交通は青色の灯火の信号と同じ意味なので車は進むことができます。そして警察官などは危険の防止や交通の安全と円滑を図るために信号機の信号と違う手信号などをするときがあります。このような場合に警察官などが信号機の信号と違う手信号をしているときは警察官などの手信号に従わなければなりません。問題23。トンネルの中で駐停車すると交通の混雑や追突事故などの危険があるので駐停車することはできないが、車両通行帯があるときに限り駐停車することができる。答えは誤りです。トンネルは車両通行帯があってもなくても駐車も停車もしてはいけません。トンネル内で駐車や停車をすると交通の安全と円滑を妨げたり追突事故の大きな原因になります。ただし駐停車禁止場所として定められているところでも法令の規定や危険を防止するため一時停止する場合は例外として除かれます。例えばトンネル内で交通事故が発生した場合に危険を避けるための一時停止や渋滞が発生した場合に停止するような場合があります。また間違えやすい法令として追い越しを禁止する場所としてのトンネルがあります。トンネルは追い越しを禁止する場所としても定められていますが、車両通行帯がある場合は追い越しをすることができますので、この例外の規定と間違えないようにしましょう。問題24。この標識は一方通行の道路の出口などに設けられ、車はこの標識のある方向からは進むことができないことを示している。答えは誤りです。
一方通行の出口などに設けられ、標識の方向から進むことができないことを示している標識は、こちらの車両進入禁止です。この標識は一方通行の出口を示しているので、標識のある方向から進入することはできませんが、反対方向からは通行できます。そして、こちらの標識は車両通行止めです。この標識のある道路では、自動車、原動機付き自転車、軽車両が通行できないことを示しています。車両進入禁止の標識との違いは、標識のある方向から通行できないだけでなく、反対方向からの通行もできません。この標識は、この先の道路が歩行者専用道路などに指定されている場合など、車の通行ができない場所にあります。問題25。高速自動車国道や自動車専用道路の本線車道とは、通常高速走行する部分と加速車線と減速車線も含まれる。答えは、誤りです。本線車道とは高速自動車国道で通常高速走行する部分や自動車専用道路のこれに相当する部分を言います。加速車線や減速車線は本線車道には含まれません。また、途半車線、路側帯、路肩も本線車道に含まれません。そして本線車道というキーワードで特に覚えておかなければならないことは、高速道路の最高速度です。一般道路の最高速度とは別に定められている時速 100km や 80km の最高速度で運転できるのは、高速自動車国道の本線車道に適用されるものであって、自動車専用道路の最高速度は一般道路と同じですので、間違えないようにしましょう。高速自動車国道の加速車線と減速車線の最高速度が、本線車道と同じに法令が変わりました。法令の改正前は、高速自動車国道の最高速度である時速 100km や 80km の速度で運転できる道路は本線車道だけでした。つまり加速車線も減速車線も一般道と同じで、最高速度は時速 60km でしたので、その速度で本線車道の時速 100km などの交通の流れに合流しなければならなかったわけですが、これはちょっと無理がありますね。このような法整備が行き届かないところを交通の方法に関する教則で加速車線で十分加速してというように補足されていましたが、本来は法令整備がされていないところでした。しかし、令和2年4月に加速車線と減速車線の最高速度も本線車道と同じ速度で運転することができるようになりましたので、法令上も交通の流れに合わせて加速することができるようになりました。このような加速車線などの最高速度については、テキストに明記されていないし、学科試験の知識としても知らなくても問題ないところですが、勉強を進める中で疑問に感じている方のために付け加えさせていただきましたので、ご参考としてくださいね。ご視聴いただきありがとうございました。この問題で不合格になっていますのリニューアル版前編はこれで終了です。後編も出来上がり次第投稿いたします。学科試験の勉強などでわからないことなどございましたら、コメントでご質問してくださいね。